こんにちは、黒崎です。今はですね、どこにいるかというと、山梨県は本栖湖のレイクサイドキャンプ場というところにいます。本栖湖というのは、富士五湖、富士山の周りに5個大きい湖があるんだけれども、そのうちの1個に本栖湖というのがあって、富士山があったらちょっと北側の湖ですね。で、一昨日から来ていまして、今日ね、3日目なんですけど、ようやく晴れました。これ、音、ジャブジャブ聞こえるでしょ。これね、全部ね、昨日、一昨日の激しい雨で、これだけ、波が立っちゃってるんでね、今、風もすごく、風があって、日差しは出てるんだけども、ちょっとね、風が強いから若干肌寒いかなという感じですね。さっき水に入ってたんだけれども、やっぱね、水が上がると、ちょっとね、体感がすごく寒いなという感じです。昨日ね、午前中に雨が止んだんだよ。で、風もちょっと止んだので、テントを張ろうと思ったわけ。で、一昨日来たんだけども、その、キャンプ場の方がすごく親切で、ちょっと、雨上がるまで、バンガローを使っていいよということで、バンガローを貸していただいたんですよ。で、一昨日はバンガローで過ごして、一晩明かしました。で、朝、じゃあ、そろそろテント張れるかなと思って、そうだ、晴れ間がね、ちょっと出たのよ。で、風も止んで、雨も止んで、いけるかなと思ったのね。そうしたらね、そっから急に風が強くなって、テントがなかなか張れないの。だけどね、そんな雨、風の中で一生懸命テントを立てて、タープも張りました。だけどね、中をね、こう綺麗にするために、ちょっとまだ雨が強いから、もう少し落ち着いてから、中のベッドだとか荷物を運び込もうかなと思って、しばらくバンガローの中にいたんですよ。でね、そっから2時間ぐらいかな、2時間ぐらい、経って、ちょっと、テントどうなってるかなって様子を見に行ったらね、テント折れてるのよ。テントのパイプが折れてて、もうね、テント使えなくなっちゃって、で、急遽、もうバンガローを止めてもらうことにしたのね。まさかね、テントのポールがこんな太いんだよ。こんな太いんだよ。このテントのポールが2箇所折れてて、もうテントが機能しなくなった。こんなことあんのかと思って。でね、すごくね、そのテントというもの、テントとかっていうのは、すごくね、衣食住で住環境なわけですよ。住環境なわけ。それがなくなるっていうのは相当な、不安というか、なんとも言えない。バンガローがあったから完全なその不安感っていうのはないんだけれども、これがもし、立てて夜中寝てる時に、それが崩壊したとしたらすごい不安だなと思って。でね、これ僕ね、常々思うんだけれども、キャンプ場って、これね、男性性がすごく磨かれる場所だなというふうに思うんだよね。これなんでかっていうと、キャンプ場っていうのは、基本的には何もないんですよ。何もない。まっさらな場所に、建物、テントだとかタープで屋根を作って、壁を作って、安全に寝れる場所を作るっていうことなんだよね。キャンプでテントを立てるっていうのは。で、これね、衣食住で言うと住環境をまず最低限の住環境を整えるっていうことであるし、で、そこで火を起こすわけじゃないですか。なので、キャンプっていうのは全く何もない場所から人間が安心して、暮らせる、最低限暮らせるものをゼロから作り出すっていうことがそういう体験の場なんだというふうに思ってて、で、そのプロセスっていうのは、
すごく男性性が磨かれていくなというふうに感じます。で、男性性っていうのは何かっていうと、やっぱ、何があっても大丈夫みたいな安心感、セーフティーっていうのがすごく強くて、これね、戻ってこれる場所があるっていうような、安心感っていうのかな。全く何もないところに、家とか、その壁とか屋根、とか、あとは寝床だとかを作って、そこから何か冒険しても安心して帰ってこれる場所を作るっていうのは、これっていうのはすごく、男性性が磨かれていく感じがするんですよね。ゼロから何かでも男性的ななんだかっていうと何か大きなものを達成しなきゃいけないとかってそういう風に感じる方もいるかもしれないんだけど、そうではなくて、自分の中の不安な場所を安心に変える、そうすることをやっていくと男性性っていうのは磨かれていくなというふうに思います。で、これね、女性と一緒に来るとね、さらによく感じるんだけれども、逆にね、女性がね、キャンプに来て、女性性も磨かれていくなという思うんですよ。それはなんでかっていうと、やりたいことを自由にやれるようになるんですよね。自由にやれるんですよ。だから普段押しとどめていたものが自分を解放する、自分をあるまま表現するっていうことが、キャンプ場で比較的しやすいわけですよね。で、そこに男性性という男性が居場所を作っておくことによって、女性を自由にさせる。自由にいてもらうことができるわけですよ。なので、女性が女性らしくある。そうすることによって男性は男性らしくなるし、らしさというとちょっと語弊があるかもしれないけれども、男性的エネルギーが発揮されるし、女性的エネルギーが発揮されていくなというふうに感じます。なので、すごくね、何もないところから安全領域を作る、安心領域を作るというのは、すごく自信がつくというかね、結構何があっても大丈夫だなというような感覚になってくるし、結構許容範囲が広がるというか、自分自身がどっしりしていく感じっていうのはやっぱあるかなと思います。これ日々の生活の中ではそこまでは感じないんだけれども、キャンプ場に来て全く何もないところから、住環境を整える。そして、そこから何か新しい冒険に出かけるみたいなことをやっていると、すごく男性性が磨かれていくなということなんですよね。なのでね、もしね、自分には男性性がちょっと足りないなという方はね、キャンプ場に来たらいいと思う。キャンプ場ほんとマジで何もないから。何もない。で、そこで全く何もない平地のところから屋根を作って壁を作って、そして美味しいご飯が食べる、体を温めるための火を起こす。ぜひこれをやっていただいて、ぜひね、失敗もしてもらいたいなと。失敗したら、それをするってことはどれだけ、すごいことなのか、素晴らしいことなのか、そしてそれがあること、それを作り上げることがどれだけセーフティーなのかっていうことを、感じると思うんですよね。キャンプに来ると、そんな男性性が磨かれているなというのがですね、感じるところです。ちょっと、ということで、昨日台風で大変だったので、また男性性が磨かれたというか、脅かされる部分があったんだけどね、ちょっと簡単で、一言言ってみます。結構波強くなったよね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。